今日ナビゲーターを務めますクリス智子です。よろしくお願いいたします。今回の出展コレクターでいらっしゃいます、桶田俊二様、桶田麻子様ご夫妻にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかもうびっくりなユニークなコレクションですね。そうですか。ありがとうございます。立体萌えももちろんその、スケール感もね含めてなんですけれども、今日は展覧会の見どころはもちろんなんですが、暮らしの中でアートをどんな風に桶田ご夫妻が楽しんでいらっしゃるのか、コレクションをするということがどれほど面白くて大変なことでもあるのか、いろんなお話交えて伺っていこうと思います。桶田コレクションについてご紹介させていただきます。桶田俊二麻子ご夫妻が2000年代より始めたコレクションで、長年ファッションビジネスに携わっていらしたご夫婦が骨董の収集から始まって、2010年に草間彌生さんの作品と出会ったことをきっかけに、今度はコンテンポラリーアートの本格的なコレクションも始めていかれます。で、一目惚れのように強くインスパイアされた作品をピックアップするという桶田ご夫妻のこのセンスが時代を反映したユニークなコレクションを形成することになっていきます。国内外の巨匠の逸品からファッション、ストリートカルチャーとアートも勢いのあるラインナップが桶田コレクションの特徴になっております。今回のコレクション、その骨董から現代アートまで、このブレンドっていうのは本当に最先端なもの、時間関係ないですよね。古くていいものとすごく新しいものっていう、このコレクションの合わせがとにかくなかなかやっぱり見たことがない展覧会ですよね。そうですよね。お二人ご覧になってもともと当然ご存知、自分たちのコレクション、自分たち桶田コレクションじゃないですか。で、家に飾ってあったものもあるんですよね。そうですね。もちろんいらっしゃったものはい飾ってあったものもあります。で、今ここにちょっとしばらくの間は来てる。印象はどうですか？作品の印象って全く置き場で違いますよね。そうですね。馴染みがあるからね、私たちにとっては。もともとそのコンテンポラリーを買い始めた時から、骨董は当然あったんで、買い始めた時から自宅ではやっぱりこうコンテンポラリー新しいものと今までの骨董を自宅に展示してましたんで、その当初から。である程度ここ3年ぐらい前ですかね、からやっぱりちょっとこうコンテンポラリーアートと骨董と一緒に展示できる展覧会をやりたいなということはちょっと2人でこう話してたんで。もともとでもご自宅で骨董から現代アートまでがもうあるわけですもんね。そうなんですね。暮らしの中でその2つ、2つと言いますか、ともすると別に語られるものたちですよね。例えば暮らしの中での何でしょう、置き場所とか飾り方とか、この辺はすごく面白いところだと思うんですけど、面白いところとご苦労なさるところってありますか？そうですね、ちょっと苦労する時もありますけど、割と色でじゃあ合わせてみようとか、ちょっとなんかの雰囲気でこれはこっちのグループねっていうことで合わせちゃうっていうのは、もうそれはもう最初からやってたので割と抵抗がなく私たちは。今回は3つテーマ分かれて空間も作られてますけども、それにでは合わせてこの作品たちがいいんじゃないかっていうふうにして合わせたっていうことですね。どちらかというと今のこの部屋は割とロスっぽい雰囲気のコンテンポラリーアートが大体こう展示してあるんで、色目もここはすごく明るい色で、やっぱりコロナでやっぱりこの2年半ぐらいちょっと暗い気持ちに、皆さん我々もそうなんですけど、そうなってたし、うちにこもりがちだったんで、逆にちょっとこういう明るい色で、やっぱり気持ちがこう、楽しくなるようにしたいなと思って、綺麗な色目のところにそこにちょっと骨董を、そうですね、ここ竹ですよね。竹かごですとか、竹かごとか。人間の可愛い感じですとか、そうですね。あとは陽平天目の桶谷さん、桶谷さんですね。宇宙の上にこう器の中茶碗の中にね。そうですね。そうですね。こういうその
知識といいますか、その一目惚れでっていうところがお二人のコレクションのすごく大事なところだ。本当アートってそういう喜びがあるじゃないですか。その中で知識であったり、そのものに関することっていうのは何でしょう、二の次でいいっていうか、その感覚としてコレクションしていくっていうところが大きいんですか？そうですね。そうやって好きになると調べて、この方はこういう人だったのかしらとか、だんだん調べていくようになるとまたそれ楽しいんですよね。だから最初になんであんなに好きになったんだろうっていうのを後々なるほどねってご自分たちで探る部分があるんですかね。今回のその展覧会の中では受けたコレクション、目立つところに例えばタイムの作品もありますよね。そうですね。ここなんかはお客さんが来て自由に写真撮って、全体的に撮っていいんですね。そうですね。そうですね。今こう画面に映ってます。はい、これ可愛い。なんかこう今回のチラシといいますかね、プログラムのご紹介のアイキャッチになってる。この辺も今その若いアーティストなんですけど、ベルディ。やっぱりこう勢いのある、やっぱり若いで若い人たちを見ても可愛いとか、一緒にちょっと写真撮りたいとか、そういう作品がねあるのがやっぱり非常に楽しいんじゃないかな。来られた人も喜んでいただけると思います。となるとそのコレクションをするっていう中ではもちろんお二人が好きだな、いいなと思ったものが基軸になりながら、やっぱりこう見てもらったら面白いんじゃないかなっていうところもあるんですかね。皆さんが楽しんでいただかないと困っちゃうのでね、それは私たち嬉しいので、やっぱりこれがあったら楽しいのかなっていうのはよく考えます。そういうそのバランスというんですかね。現代アートに行ってもことも面白いっていうところも引き続きお持ちでいらして、今回この展覧会の中でここはちょっと難しかったなとかありますか？そうですね。やっぱり一番考えたというか、どういう展示の仕方したらいいのかなっていうのは、やはり縄光栄さんの鹿のところが、結局ワンルーム使って、ああいう形で舞台を作ってもらって、周りをちょっとグレーにしてもらって、で展示したのがやっぱり結構非常にこうインパクトもあって、やっぱり神秘的な部分もあって、結構見られたお客さんも喜んでいただけたし、また、サンドイッチさんですとか縄光栄さんも協力していただいた。あとはワットミュージアムのスタッフの方が協力していただいて、そういう形でできたんで、それはそれでちょっと大変だったですけど、出来上がるとね、結構良かったかなっていう。良かったすごく良かったです。ちょっとその作品と対峙していろんなことを刺激受けるのがやっぱり美術館であったり作品を見る面白さだと思うんですけど、縄さんのまた鹿とは本当ひっそり静かな中で対話するような空間と時間というのがありますもんね。そうですね。難しいですよね。でもこう見せるって合わせて見せていくって。そうなんです。なんか思いをコレクションの思いをそこまで見せる必要はないのかもしれません。そういうつもりじゃないかもしれませんけど、楽しんでもらうために。そうです。私たちそれが結構目的ですから、皆さんがね、あとコレクターさんが増えていただく。それ見て自分も買ってみたいなとか。なるほどね。そのやっぱりアートをコレクションする楽しみというのは今ですから現代アートに関して言うと12年ぐらい。そうですね。どういうところをやっぱりこれコレクションする喜びだなというところですか？やはりそのアートフェアでもギャラリーでも見て回って、それでやっぱりコンテンポラリーは絶えず新しいものが出てきますから、それが何か本当にいいなという作品があった時には、すごく巡り合えた時はすごく嬉しいな。嬉しいですよね。でそれを購入できたらまた。
やっぱ出会いとタイミングって大きいですよね。そうなんですよね。でもなんかいろんなものをいつでも変えたり情報を得られるっていうようになってきている中、やっぱり自分が好きでさらにその出会えるでさらに手元に来るっていう喜びって大きいですね。なかなかね結構最近難しいんですよね。難しいですか。はい。どの辺が難しいんですか。聞いてもなかなか手に入らなかったり。結局は今アートブームというか、すごいもうそれをお感じになりますか。どういうところで。いやいろいろと感じますね。我々やっぱり2010年コンテンポラリーを始めた時は本当に静かっていうか。それ日本で世界で。世界はまあ結構アメリカとかはそれはもうすごい市場がありますよね。非常にあれですし、アジアなんかやっぱ香港もすごい。もう香港、中国なんか中国もそうですね。そちらもすごいんですけど、やっぱり日本がなかなかその当時本当に静かだったんで。ですからそれからすると今ここ 1,2 年ぐらいすごいアートブームというか、なんかこう勢いを感じちゃって、逆に我々は今までこうおっとり構えてて、まあちょっと展覧会でもじゃあ1日2日遅れてファッと行っちゃったりしてもっていうのがあったんですけど、今はもう早く見ないともう作品全部完売ですみたいな。中には抽選販売ですよって言ってこれどうっていうのかな。焦りますね。焦ります。欲しい場合はね。まあそこも含めてじゃあちょっとこうゲームではないけどどうなるかなっていうところも今ありますね。でもその仮に抽選であったり仮にその人気が今出てきたとか、例えばもともと好きだった人に人気が出ることもあるわけじゃないですか。で買いにくくなるとか、その辺はまあでもアートのコレクションする一つのなんだろうもう定めなんですかね。定めですよね。それも楽しいですけどね。いいと思う方がどんどん上がってってくれればまたそれは楽しいですけどね。そうアートをコレクションするっていうことがその日本では割と静かだった。で今もしかしたらビジネスであったり、コロナのことがあるか分かりませんけれども、作品であったり、家の中をこうもう少し豊かにしたいなんていう時にやっぱりアートって一つチョイスとして入ってきますよね。そうですね。お二人の話を伺っているとまず自分の好きな直球っていうところで取り込んでみる、暮らしにまずは引っ張ってみるっていうことは大きいんでしょうかね。そうだと思います。まず飾りたい、自分の好きなところに好きなものを飾りたいですね。飾る時って割とシーズンでコレクションから変えられるんですか？ご自宅の飾り方は。極力は年に1回か、できたら半年ぐらいでと思うんですけどね、これもなかなかエネルギーがいて大変なんですよ。変えるのがそういうエネルギーがいるっていうのはもうそれこそ倉庫の中のどの作品を入れてどれを倉庫に戻すかとか、あとはやっぱり運送屋さんも手配しなきゃいけない。そんな気軽な話じゃないですね。実際問題はそういうことなんです。確かに。で作品をこう運んできたらそれも展示するのもこれ結構大変なんですよね。そうですね。そうか、じゃあコレクションの何でしょう、もうそろそろいいかなっていう話でもないわけですよね。コレクションしていくっていうことは。そうなんですよ。そうなるとなんかすごいちゃんと整理してきちっとじゃあしてる中で次どうするっていうことなわけですね。でもこうやってコレクション展を今回もワットミュージアムでこうなると。なんか日の目は見るというか、いろんな方が見るっていうのは作品にとっても嬉しい話ですよね。例えばこの部屋も今私たちの後ろにある作品もとっても大きいです。そうですね。205強ぐらいあるんじゃないですかね。これはね。ちょっと不思議な窓サボテン。そうですね。クレイグ・クチアさん。A window as a painting as a painting as a window。絵のような絵画のような窓であり、窓のような絵画であるということですね。
まあ彼は LA だったですね、確か作家活動をしているので、やっぱりコロナのこの時なんで、やっぱり本人なりにこう、家の中から、まあ本人からちょっと聞いてないからなんですけど、まあ家にこもってることが当然スタジオだとか家にこもってることが多かったと思うので、それでこう本人がこういう絵を描いたんじゃないかなと。ちょっと壊れた植木鉢だったりとか、まあでもともするとあっちはサボテンが窓ガラス突き破って入ってきたりっていうエネルギーもあったり。そうですね。雅子さんさっきのこの絵の中でクジラがってて、そういうポイントで好きな部分ってありますよね。結構ありますよね。今回はね、とってもサボテンをね、なんとか形にしてこうかけたいなと思ってたのでね。こういうとこのアーティストなどはどういうなんでしょう、ご縁でっていうか知ったんですか？まあたまたまギャラリーさんでね、小さい絵を見せていただいたんですよ。それが今時なので、とても胸が今こういうコロナの時こういう絵が大きいのがあったらいいなって2人で話してて、それで依頼したんです。コミッションワークというのはよくされるんですか？しますね。アーティストの方、結局サイズが割と大きいのが、展覧会の時は大きいの、コレクション展やる時は大きいサイズ。なるほど。じゃあそれを話し合いながら。そうですね。ですからなかなかその大きいサイズでじゃああるかっていうとそれほど数はやっぱりないんで、ですからやっぱりじゃあこのぐらいのサイズの作品をコレクション枠で作ってください。なるほどね。その辺はこうまた仕上がってくるとこういうふうにお題を仕上げたくれたんだっていう、出来上がるまで分かんない。そうですよね。やっぱりハラハラドキドキ。その時点でコミッションワークをするっていうことになった時点でも作品としては桶田コレクションにするというアイデアですもんね。もちろんそれでもうその気持ちがあってお願いする。そうですよね。お話を伺うと本当に楽しそうですもんね。コレクションするっていうことがね。そのアートとアートのある暮らしっていう中で伺ってくる中では。そう取り込み方飾り方っていうのを伺いましたけど、お二人はそのアートと暮らしってすごく近くある生活だと思うんですけど、もともとそうだったのか、ちょっとこのアートと暮らしの距離感はアートを取り込むようになって変化されましたか？どうでしょう？結局アートはやる前は結構こうインテリアとかそういうのがこう好きでこう。自宅なんかにこうやってたんですけど、空間作り。そうですね。でもアートをやるようになってもう逆にもうどんどん作品を壁に来たり他のテーブルの上に来たりちょっと隅に来たりっていう立体のものは来たり、そういうまたこのバランスの取り方が楽しいですよね。それが楽しい。かなり変わりますよね、家の中が。変わります。はい。リビングから寝室からもうトイレから。そうするとそのインテリアっていう暮らしという方はアート一点があることで随分違うと思いますけど、一点どころじゃないですよね。もうミュージアムの中に多分暮らすようなぐらいのことになりますもんね。その辺はこうなんかバランスを気をつけてらっしゃるのか。飾れるものは飾ってめでようねっていうところなのか。いやそれはお部屋によって2人で、じゃあの絵とあの絵をここ並べますとか、計画しながら、色のバランス取りながらやります。なんかちょっとこれ違ったなっていうのはありますか？これは意外といいと思ったんだけど、その場所には違ったかもとか。そういうのはあるじゃないですか。ありますね。ちょっとこれだけチェンジしないっていうのはあります。ですよね。基本はもうコレクション展やるとか美術館のような天井が高くて広いだいたいこのぐらいのサイズで、これはコレクション用、これは自宅用、これはもうコレクションビューイングルームっていうか用ってこうもう買う段階でこう分けてある程度分けるわけですね。サイズで分けるっていうか。今回もでもコレクション用にっていうことでお考えになった作品、購入された作品、さっき伺ってたらやっぱりいくつもあるんですね。そこに向けてこう喜んでもらうようにどういう仕立てにしていくかっていうことだと思うんですけども、
骨董そうですね、好きが一番だと思うんですけど、こう楽しみ方とか、アート骨董を楽しむ、骨董のセラミックはやっぱり、お茶とか本当に入れると、なんか入れて、匂いがついちゃうのであんまり入れない方がいいって骨董屋さんから言われてたので、それはもう飾るだけにして、あと竹かごもちょっとお花入れるのも好きだったので、最初は入れてたんですけど、それあんまりちょっともったいないじゃないなって言われてやめたのもあるんですよね。やっぱりあんまり見せるだけの方がいいみたいです。難しいですね。使いたくもなるけど、いやさっき白磁を最初お買いになった時、そこどうお使いになったのかなと。白磁は飾っておきました。玄関に飾りましたね。そうですね。いややっぱ玄関ですかね。そうです。そうですね。俊二さんはいかがですか。その骨董とかアートを暮らしで楽しむ、もっともっとコレクターが増えたら面白いっていう。それはありますね。ですから今回こういう形でお見せしたっていうか、ですから皆さんもコンテンポラリーとやっぱり骨董も興味持っていただいて、でやっぱりコレクションする人はしていただきたいなと思ってますね。やっぱりその自分が本当に好きだなっていう作品と出会ったら皆さん購入されるのがいいと思うし、あとは無理しないでやっぱり自分のお金で今買える作品で気に入ったやつを集めていってほしいかなと。そうだんだんこう数見ていくとやっぱり目も超えてくる。そうとだんだんこうレベルの上がった作品をどんどん求めるようになるので、だって出会いも増えてきますよね。そうですね。ちょっと最後になりますが、お二人にとってそのアートコレクションするということは、今骨董から始まっては20年強、現代から10年強、俊二さんはいかがですか。アートコレクションはどういう今ものですか。いややっぱり人生そのものですよね。きっとライフですよね。それぐらいになるって想像されてましたか。どういう。いやそこまではしてなかったですけどね。最初は好きで買い始めたんですけど、いつの間にか12年経ってるとか、いつの間にか数もそれなりになってるとか、あとその作品の思い出っていうのがまた出てくるのでね、こう見てるとあの時はこうだったのかしらとかね、そんなのもだんだん人生のみたいなスタイルが出てきて、朝子さんにとっても人生そのものそのものですわ今私たちは。どうやってなかったらもう寂しい。それが生き生きさせてくれるってことですね。コレクションされてるっていうことはね。いやまだまだコレクションがきっと増えていくんでしょうね。ではお時間もそろそろ来まして、改めてですね、桶田ご夫妻、俊二さんと朝子さんからご挨拶を頂戴したいと思います。はい、ありがとうございました。これを機会に皆様本当にコレクションをねどんどん始められていいコレクターになっていただきたいと思いますので、お願いいたします。でさらにですね、後期があります。後期の桶田コレクションは Yes You Can アートから見る生きる力、こちらは8月6日土曜日から同じくワットミュージアムで開催となりますので、皆さんチェックしてご来場いただきたいと思います。桶田コレクションの桶田俊二さんと朝子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。